今日は中国 BL ドラマ、水前をキャラとカップルのくくりで語ります。本作はただの恋愛ドラマではありません。執着愛をオメガバースという特殊な舞台の中で描いた作品です。中国 BL に慣れている方なら最初の5分でこれは一味違うぞと気づくはず。そしてオメガバース初見の方は何この世界観気になると秒で引き込まれるはずです。今日はメインカップもサブカップも同じ熱量でじっくり語っていきたいと思います。それでは早速世界観からご紹介します。オメガバースは男女といった性別の上にアルファ、ベータ、オメガの3つの第2の性を持ち、オメガは男性であっても妊娠が可能。2010年頃にアメリカのあるドラマのファンダムから誕生して各国へ広がりを見せて今では BL においてはジャンルとして確立されています。特徴をざっくり説明すると、アルファは強い支配力とフェロモンを持つ。オメガは高い感受性があり妊娠可能。ベータは最も一般的な性とされています。水前はこのオメガバースをベースに舞台設定がされており、謎のウイルスにより性別の分化が起こり、アルファ、ベータ、オメガが誕生する。その中でもアルファとオメガは人口が少なく、ベータの妊娠率が極端に低いってことから、アルファは妊娠させやすい種として、オメガは妊娠しやすい種として進化を遂げ、新たな性別体系が作り上げられました。また、近年の研究において、エニグマという希少種が発見され、アルファに唯一マーキングできるとされる新たな性の設定がされています。設定を聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、テーマは執着愛なので、オメガバースに馴染みがなくても大丈夫。むしろこの作品を入り口にして、オメガバースって面白いとなる方も多いと思います。では、登場人物を順にご紹介します。ション・シャオヨウ、大手会社の御曹司。幼い頃から完璧な後継者として育てられ、誰よりも強く、誰よりも優秀であることを求められてきた S 級アルファです。その強さは本能的な支配力だけじゃなく、好きになった相手を守り抜く執念にも現れていて、かなり重めの愛です。その矛先になるのがホアヨン。シャオヨウはホアヨンに出会った瞬間、この人を一生忘れられないと確信するほど本能レベルで惹かれます。でもその惹かれ方がまた危うさがあって美しいんです。シャオヨウは自分の愛の重さが相手を苦しめているかもしれないと分かっていながら、それでも引き返せない人。だからこそ物語が進むほど彼を幸せにしてあげてほしいと願わずにはいられないキャラクターなんです。次に紹介するのはホアヨン。水前、非常に強くそのものを欲しがることを体現する存在です。表向きは繊細で控えめなオメガとしていますが、実はエニグマ。HS グループで秘書として働き、おとなしくて真面目な子と思わせている。その姿はすべて演技です。正体を隠し、オメガを演じている理由はただ一つ、シャオヨウを手に入れるため。ホアヨンは偶然に恋に落ちたわけではなく、シャオヨウがどんなタイプを好むのか、どんな性質の人間に惹かれ、どんな仕草に心を奪われるのか、シャオヨウの心を一撃で掴むため、戦略的に見定めて選んで狙って近づいたんです。ここまで描かれるキャラクターってなかなかいませんよね。中国 BL っぽいと思いませんか？ホアヨンは水前の執着愛を体現しているキャラクターと言っても過言ではないと思います。次に紹介するのはガオトゥ。シェンウェンランの秘書で、本当はオメガでありながらベータとして生きています。その理由は、ウェンランがオメガを嫌っているから。そのため、ガオトゥはフェロモン抑制剤を必要以上に打ち、身を削りながらベータを演じ続けています。抑制剤の副作用で体調は常に不安定で、めまいや発熱、倦怠感に襲われても、ウェンランの前では絶対に弱いところを見せない。しかし、オメガ特有のヒートだけは隠しきれず、会社を休むときは恋人であるオメガを看病しているという嘘をつくしかありません。本当は自分自身が熱に倒れているのに、誰にも悟られないよう静かに耐え続ける。その裏には、高校時代から10年以上続くウェンランへの長い片思いがあります。ウェンランなんかよりもっといい相手がいるってやきもきさせられて、私の感情を最も揺るがしたキャラでもあるので、4人の中で一番の推しキャラです。最後に紹介するのはシェン・ウェンラン。HS グループの若き社長で S 級アルファ。圧倒的なカリスマと意志の強さを持つ典型的な覇王タイプ。完璧な男のように思いますが、恋愛に関してはデクノボーって言いたい。推しの相手なので個人的感情入ってます。ガオトゥとは高校時代からの10年来の友人ですが、本人は全く自覚していないまま、誰よりもガオトゥを気にかけています。その証拠にガオトゥにだけ突然当たりが強くなることがあるのですが、それは決まってガオトゥからかすかにオメガの匂いが漏れた時、
もしくは会社を休んで戻ってきた時。つまりウェンランは自分でも気づかないままガオトゥの架空のオメガの恋人に嫉妬しているんです。大のオメガ嫌いで普段は他人に一切情を見せないウェンラン。それなのにホアヨンにだけはどこか柔らかい態度を見せる。その姿を見たガオトゥは自分には決して向けられない優しさだと誤解し深く傷ついています。でも実はその優しさはホアヨンとの利害の一致によるただの演技。本当に向き合いたい相手にこそ不器用で言葉にできなくて踏み出せない。ウェンランは好きな人にだけまっすぐなれない本当にイライラさせられるキャラでした。推しの方いたらごめんなさい。さてここからは2組のカップルの魅力を深掘りしていきます。キャラ単体で語るのとは違い、ここでは2人が揃った時に生まれる化学反応を中心にご紹介します。メインカップル、シェン・シャオヨウとホアヨン。この2人の関係は逃げ場のない執着です。シャオヨウはいつだって完璧で強い人間として生きてきました。弱さを見せる相手など人生で一度もいなかったはずです。しかし、ホアヨンの前だけはどうしようもなく無防備になってしまう。その姿に2人の間の特別な何かが最初から存在していたことが感じられます。その意味は物語の後半で少しずつ明らかになっていきます。背景には複雑で陰惨な家庭環境で育ったホアヨンの人生があります。一見すると穏やかで優しげな青年ですが、その裏ではずっと人の本性を見抜きながら生きてきた人物です。15年前、2人が初めて出会った時、シャオヨウは迷わず彼を守りました。シャオヨウ自身は何気ない出来事として覚えていませんが、ホアヨンにとっては人生を決定づける瞬間だったのです。その後の15年間、ホアヨウはただ待っていただけではありません。確実にシャオヨウの隣にたどり着くため力をつけ道を整え続けてきました。そして予想もしなかった展開が訪れます。まさか実写でここまで描かれるとは予想外でした。シャオヨウが妊娠し出産することになるのです。しかしホアヨウはまるで当然のことのように受け止めます。なぜならホアヨウは15年前から2人の子供の名前すら決めていて、その未来を静かに着実に準備していたからです。こうしてシャオヨウの強さとホアヨンの狂気がゆっくりと歯車のように噛み合ってきます。その結果、他の作品なら怖いで終わるはずの執着がなぜか美しく見えてしまうのです。これこそがシャオヨウとホアヨンというメインカップルの魅力であり、中国 BL でしか描けない世界観だと思います。皆さんはこの2人の関係をどう感じましたか？ホアヨウの15年にわたる執着、あなたは美しいと思いますか？それとも、ぜひコメントで教えてください。続いてはサブカップル、シェン・ウェンランとガオトゥです。この2人はメインカップルとは全く逆の方向からエモさを放っているすれ違い愛です。互いの思いは交差しているのに、すれ違いが絶えず切なさが積み重なっていきます。ウェンランはガオトゥのことを好きなのに自覚できない鈍感 S 級アルファ。自分の心の奥を見つめられず、知らず知らずのうちにガオトゥを惑わせてしまいます。一方ガオトゥは好きだからこそ本性を偽り、体を壊しながらもただウェンランのそばに居続けるオメガ。彼の嘘は悪意ではなく、隣にいたいという純粋な願いから生まれています。その重い強さゆえ、長年にわたって自分を押し殺し続けるのです。ある事故がきっかけで、ウェンランの子を妊娠しますが、ウェンランに迷惑をかけたくない一心で秘密にしていました。しかし、父に妊娠を利用され、ウェンランにお金のために妊娠したと誤解され傷つきます。これまで学生時代から共に過ごしてきた時間は何だったのか、ウェンランからついに離れる決意をするのでした。ウェンランはガオトゥが去って初めて自分がどれほど彼を必要としていたのか、自分の気持ちの深さに気づきます。しかし、その気づきはあまりにも遅すぎる。数年後、二人は再会を果たしますが、ドラマはここで物語が終了。もやっと感が残る展開となっています。原作には実はまだまだ続きがあるので、二人のサイドストーリーをぜひ作っていただきたい。途中、韓国ドラマって勘違いしそうになるくらい痛みを感じさせられます。こうした関係性が好きな方はサブカップルおすすめです。ちなみに私はサブカップル派です。皆さんはこの二人の愛をどう感じましたか？ぜひコメントで教えてください。
水前はション・シャオヨーとホアヨンの逃げ場のない執着愛。そしてシェン・ウェンランとガオトゥーのじれったくも切ないすれ違いの愛。どちらのカップルもそれぞれの思いと時間を抱えながら私たちの胸に深く刻まれます。皆さんはどちらのカップルに心を揺さぶられましたか？ぜひコメントで教えてください。今回ご紹介した中国 BL ドラマ水前ですが、全16話での配信となっています。日本語字幕付きは楽天 TV で視聴可能です。そして驚きの展開。主演キャスト4人が Desire4 というボーイズグループを結成しています。2025年9月にデビューを果たしていて、音楽イベントに参加したり、ファンイベントを計画中とのこと。さらに Desire4 のメンバーが出演するバラエティ番組 Desire4 エスケープルームシリーズのコンテンツも配信されており、多彩な魅力を発揮しています。まさに水前は中国 BL の進化を象徴する代表作と言えるのではないでしょうか。今回の動画はいかがでしたか？チャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。BL 向上委員会でした。